皆さんこんにちは。レンカズキです。レンカズキです。今日はお酒を飲みながら、質問コーナーをしていきたいと思います。じゃあ乾杯。今日もハイボールです。氷が多かった違う僕たち過去に質問コーナーとあと100の質問だっけ、それを去年動画投稿して、でそれで久々になんか質問コーナーをまたなんかやってほしいみたいなコメントいくつかいただいて、でこの前インスタグラムのストーリーで質問ありますかみたいな募集したら、すごいたくさんの方がコメントしてくださいまして、それをいくつかピックアップして本日は、質問コーナーをしたいと思います。もうね、結構ねお酒も入ってるしね今日は今までの質問コーナーよりもちょっとディープなお話ができるかな、できたらいいよね。できているかは最後判断してくださいということで、じゃあまず1つ目、一番思い出に残っているデートは2025年がいいかな。確かに前も答えですね。今年行ったところは僕は鴨川が一番めっちゃ楽しかった。初めて自分たちが計画を何も練らずに行った旅行だったから、本当にその場でただ温泉行ってどっかここ行くって行き当たりばったりでしたのが初めてで、それもすごい楽しかったから、それが思い出に残ってる今年のデートですね。自分はデートになるかわかんないけど、韓国旅行かな。韓国、確かに今年の2月に行ったんですけど、3泊4日間行って、超寒い時期に行ったのね。だからすごいそれで記憶に残ってるのもあるし、3日目にイテウォン行ってめっちゃ遊んだんだよね遊んでめっちゃお酒飲んじゃって、で次の日もうすぐ二日酔いになったんだよね。いやもうだって韓国の Vlog 多分載せたんですけど、3日目が終わってその後気づいたらもう今から帰りますみたいなそう、本当はいろんなことがあったよね4日目本当は、顔のポテンツァをやりたくって初めて行きたくて予約をしてたんだけど、もう二日酔いのままもう針でめっちゃ刺されるみたいなっていうこともあったけど、もうそれを撮ってる場合でもなかったから、Day4 パチッ、じゃあ帰りまーすみたいなあれでも撮ったっけ？二日酔いスープ。そう、スープは撮った。スープだけタラの二日酔いに効くスープのシーンだけ撮って、自分がこう死んでる韓国最後もう二日酔いスープ飲んで終わったしかもポテンツはそんなに効かなかった自分はあまりちょっと効果がわからなかったじゃあ次の質問は2つ目、これすっごい多かった、スキンシップ系。毎日愛情表現はしますか？好きだよとか、キスとか、スキンシップは多い方ですかっていう質問がございました。多いと思うけど、もう多いと思う。周りの恋人とかカップルの話とか夫婦の話聞いてても、僕たち多い方ですね。多いと思う。別に毎日ハグとか、チューとかもするし、動画ではあんまりベタベタこうってしたりしてないけど、スキンシップ多い方だよね。だって仕事在宅で2人で仕事してても来て充電一回こうハグして充電してってなってで終わったら秒でなんか普通に何事もなかったのに帰ってくる。そう、はい、じゃあもういいって思って僕普通になんかもう猫みたいにね、なんか去っていくでも僕たちあれだよね、外ではさ基本しないよね。外ではあんまベタベタしないね。なんか手も繋がないし、本当に普通の成人男性が2人歩いてるような感じで、あんまり外ではないかな。確かに、でも多い方だとは思います。多い方だと思います。はい、じゃあ次。これもね結構多かった。同棲していてどうですか系の質問なんだけど、同棲で気をつけていること、心がけていることは何ですか？自分はやっぱり大事なのは、2人でその家を契約してこう一緒に生活をしているから、お互いがどっちかが外に出かけたら、何時に帰るよとか連絡をしっかり取ることと、あとは結構お金は本当にねちゃんとすぐにどっちか立て替えたら、例えばもうすぐにその場で清算したりとか、
金をまあそうだね、貸し借りしたことはもちろんないけど、まあ何かどっちかが払ったらもうすぐにその場で生産したりとか、そういうのも心がけてるよね。あとある例自分はね、結構一緒に住んでると、ついなんか相手のことを分かった気になっちゃうことがあって、和樹っていつもこうじゃんみたいな感覚になってしまうんだけど、なんかちょっと違和感とか価値観のズレを感じた時はちゃんと聞くようにしようっていうのは心がけているところかなと思う。何でも決めつけないようにはしてますが、スムーズにいってるかは分かりませんまあコミュニケーションはね結構ちゃんと取ろうとしてるよね。氷が氷いつも多いじゃんそうだねかな。はい、4つ目、国内旅行に行くなら2人のおすすめの場所はありますか？国内旅行だったら僕は佐渡島が僕は一番佐渡今まで行った日本国内旅行で一番僕は良かったから、これ多分人におすすめするって言ったら佐渡島。どういうとこが良かった？やっぱりその島の雰囲気と自然とあと食事、確かにね。何良かった？人かな、全部僕は出会う人全員優しくしてくれて温かいなと思って、しかもその面白いのがその家族とかに佐渡島行ってきたんで旅行したら、話したけど話してないと思うんですけど、なんかうちの祖母が昔佐渡島に住んでたのって。言ってたねそうそれで佐渡島行ったのみたいな。でなんか佐渡島なの？今度うちのばあちゃんは佐渡島って言ってた。わかんない、でも本当にもう50年前とかの話だけど、でそういろんな話を聞いて、でおばあちゃんも本当にいいとこだったみたいに言ってて、また行きたいって言ってたから、余計ちょっと僕は思い残ってた。だからおすすめ、あと沖縄。自分は基本的にはすごいご飯が美味しいところが好きだから、最近行ったところで言うと金沢、金沢の旅行に行ったんですよ。で金沢ってのどぐろも有名だし、意外に金沢カレーとか、カレーとかも有名だし、あと能登牛とかもね有名だから、すごい美味しいものがたくさんある、海もあるから、やっぱお魚とかもすごく美味しいので、金沢はすごくおすすめかなと思います。楽しかったですよね、金沢旅行。楽しかった。ちょっと質問してくださっている方がどこに住んでいるかにちょっとかなり遠くなるかもしれないんですけどちょっとそこら辺をちょっと存じ上げませんがはい、ぜひ2人のおすすめの、佐渡島と金沢行ってください。超近い今思ったけど超近かった。石川行って結構すぐ行ける多分なんなら富山も確かに。2人はお互いに対してイライラすることはありますか？イライラすること、やっぱりないって本当は言いたいけど、本当に正直に話すとしたら、やっぱり一緒に住んでてやっぱりね、もう本当にお互いずっと在宅が続いた時は、でそれ週末も一緒にいるってなった時はもう月火水木金土日24時間1週間丸々一緒にいると、なんか一人でいたいっていう時ってなんか絶対あると思うんですよ。だからそういう時にちょっとイラッみたいなことはありますね。でも基本はないです。平和だよね平和っちゃ平和、だけど普通にやっぱり一緒に住んでるから、ちょっとイラってすることはやっぱりある、だけどその一回ちょっと落ち着くようにしてて、なんでイライラしてるのかっていうのを頭の中で一回整理して伝えるようにしてるかな。なんか案外落ち着いて伝えて話し合うと結構すって分かり合える時もあるから、イライラそのままバーンじゃなくて、なんで自分がイライラしてるのかって整理するっていうことがすごく自分は重要かなって思ってます。僕だったら大体寝たらどうでもよくちょっと置くのって大事なの。なんかちょっと置いて、落ち着いて本当はなんかもっとこうしてほしかったなって伝えるだけでも、ああごめんごめんみたいな感じになって結構分かり合えるからね、イライラはしますけど、どうそれをね排除乗り越えるかっていうのはすごく自分たちは話し合ってることかなって思います。素晴らしい
最近2人で撮ったお気に入りの未公開写真を見せてほしいです。めっちゃ嬉しい。未公開写真あるかいっぱいあるんだ多分ね。なんかいっぱい写真はたくさん撮るけど、やっぱりそのインスタとかにも全然そんなに載せないしね。そうだね。最近ではないんですけど、付き合いたての何も載せてないやつとかだったらやっぱいっぱいあります。これとかどうする？初めてやばいねそれ。これ超未公開写真じゃない？初めてデートした日がこんな感じ。そう、初めて会ったのにカラオケ行った日です。終電逃してカラオケ行った日。平日次の仕事あり。やばいよね今考えたら普通に。やばいよ。であとはね、なんかこの辺パッてやったら見て、付き合って1週間経ってないぐらいで行った大阪旅行、ユニバ。それ公開してないんだっけ？しないか。これしてない。あ、そう。ユニバね、めちゃめちゃ懐かしくて、じゃあ次、最近2人の間にあった楽しかったことあれば知りたいです。楽しかったこと？楽しかったっていうか嬉しかったことかもしれないけど、自分はレディー・ガガのチケットが当たったことかな。確かに僕もそうだね。それがナンバーワンかもしれない。来年の1月にあるんですけど、一番近い席のチケットが当たって、当たってちなみに誰が当てたんでしたっけ？和樹が2人でいっぱい申し込んでて、自分は全部外れて、和樹が2個当ててくれたんですけど、まあ1個は和樹と行って、もう1個は自分と自分の友達と行って、で和樹は別でもう1個取ってて、家族と行くんですよ。来年の1月に日本に来るから、めちゃめちゃ楽しみ。それが確かに僕もナンバーワンで嬉しかったことだね。楽しかった。そう、楽しかったことは、まあ、日々の生活ですね。ざっくり誰も求めてないぞ。じゃあ次いきます。これ多分英語で海外の方から来てて、Did you ever think of breaking up？ 別れを考えたことありますか？いやー、まあ、正直ちょっとある。やっぱりさっきも言った通り一緒に住んでるから、価値観のズレみたいなところがすごく重なった時があると、まあ、ちょっとやっぱり思ったことがあるけど、まあ、その価値観のズレに比べれば、まあ、一緒にやっぱりいたいなっていう気持ちの方がやっぱり強いから、またどうやったら楽しく過ごせるだろうっていう考え方にすぐチェンジすることが自分は多い気がするな。でもまあもちろん長く付き合ってて一緒に同棲もしてるからこそ、大きい喧嘩をしたら、もういいよみたいななるじゃん。お互い、なんか勝手に将来の老後のビジョンまで見てるから、考えてるから、俺も見てるよ。僕はって言ってたけど俺も見てるからね。次の質問いきます。いつも見ています。ありがとうございます。最近ハマっていることはありますか？レンはずっとやってるの見てますよ。ハマってることはめっちゃ今更なんだけど、スイッチの動物の森をずっと夜な夜なやってる。本当に朝方ぐらいまでずっとやってて、多分みんなコロナ中とかに流行ったからそこでやってる人多かったと思うんだけど、その時やらなくって、で最近初めてやりだして、で小学校の時にゲームキューブとかでやってた動物の森の記憶がうわーって蘇ってきて、もうすっごいハマってる。ずっとなんか聞こえるからベッドからねって思ってる。そう魚釣ったりとか、ちょっとタランチャラ捕まえにこうやって網でバーンってやって。でも多分あと1週間ぐらいで飽きるでしょ。飽きないって。大体今ハマってる。だってこの前米作るやつどうだったの？米作るゲーム？もう腐ったでしょ。1ヶ月ぐらいやったよ。1ヶ月ぐらいやって同じ作業をずっとやるんだけど、それにちょっと飽きちゃって。じゃあもうすぐ飽きるし、あと1週間ぐらい。飽きないやる。はい、じゃあはい。
楽しみですね。1週間にわたりかずきあれでしょ、あれでしょ、最近ずっとやってる電子 C 社でしょ。そう、僕はもうずっと自分は電子タバコを実は吸っていまして、で最近このめちゃめちゃパッケージから可愛いんですけど、この電子 C 社、これもうグレーが好きだからこれがかっこいいよねこれ。そうでニコチンとかタールとかは一切入ってなくて、こう煙出てくるのも全部水蒸気、で何がいいかってこうやって、まあ、これつけてもつけなくてもいいんですけど、マウスピースはなんか C 社のお店にもちょいちょい僕も行くんですけど、デザインがもう本当に C 社のあれ持つのと全く一緒で、本当に C 社みたいで面白くて、で何がいいのもう一つあるのがこうやってもうつける出すじゃん、もうすぐ1秒で吸えるからすごいよねこれ。めちゃめちゃいいし、で僕がこれ一番好きなのはこのスノーミントっていう味が本当に好きで、すごいさっぱりするメンソールに強いもので、それ以外にも6種類加工系あって、いっぱいあるよね。おすごい。自分もねなんだっけ、このレモンドロップっていうやつを昨日やってみた。あとねまだ全然試せてないんだけど、もう箱がさ見てめっちゃおしゃれじゃないこれ。可愛いよね。なんかポーチに入れてもすごいさ、なんかおしゃれなもの入ってんなってなる感じだよね。昨日これ初めて自分もやった。でも美味しい。もうめっちゃレモン。めっちゃレモン、なんかレモンのガムみたいな感じじゃない？美味しいね。楽しい。いいよね。マウスピースさ、俺さこういう形になってんだけどさ、こうかと思ってたの。僕もそうでもさ、口に刺さってさ、そうだってさ、この形状とさこの形状になったらさ、こうやって入れる？自分 C 社全然知らないからさ僕も最初はこうやってやってたの。そうでも本当はこう取れちゃうから。そう、本当はこうなの。びっくりして、ね、そうでも他の味よ。他の味ね、僕ね、他の味もね、なんか誰だっけ、このドルチェでレッチェかな、わかんない。なんて読むのこれ。ドルチェでリッチェ？ドルチェでレッチ僕はこの普段電子タバコ吸ってる時とかもやっぱりメンソール系とかのものしか吸わないから、あんまり甘いのがそもそもスイーツとかも食べないから、あんま得意じゃない。僕は得意じゃない。でも甘いの好き。レンは絶対好き。絶対レン好きだと思う。甘い、好き、めっちゃ好き。なんか本当にデザート食べてるみたい。本当に甘い。甘いの好きな人は甘いねこれ。絶対好きだよね。結構これずっと吸うようになってから、なんか仕事中とかもずっとスパスパスパスやってるから、やっぱりなんだろう、僕結構こういうのリラックスしちゃうのね。すっごいもうメンソールとかすごいシャキッともするし、あとだからすごいもうぼーっとしながらこうずっとなんか廃人のように吸ってる。ストロベリーとかメロンとかもあるよ。僕もストロベリーちょっとダメだった。ストロベリーすごい。飴ちゃんみたいな、いちごの飴みたいな感じ。好き。なんかさ、あったよね昔日本のさ飴。なんかそういう感じ。すっごい。あとメロンもあるよ。メロンだ。すっごいメロン。これはメロン、お菓子じゃないです。すごい。なんか自分あんまり電子タバコとかも全然吸わないからあれなんだけど、この水蒸気がめっちゃ出るのが楽しい。普通に楽しい。これが多分今レン好きだ。エナジードリンク。めっちゃ好き。さっきも飲んでたもん俺。ね、さっきあったよね、ここに。すごい。超エナジードリンク。吸いすぎたら。唇めくめくやがすごい。美味しいね。僕はメンソール系が好きだからナンバーワンは僕これですね。レンはナンバーワンない。俺は
ドルチェ・デ・レチェかちょっと言いたいだけドルチェ・デ・リーチェ。確かにレン好きそう。それ食ってたらさ、お菓子の量も減るからいいんじゃない？確かに。なんか昨日もそのレモンのやつ試してた時に、めっちゃ夜に牛丼食べたくなって、でいつもウーバーイーツとかするからウーバーイーツに手を伸ばそうとしたんだけど、その前にこのレモンを食べてたのね。そしたらなんかね、手持ち無沙汰みたいなのがなくなって、お腹空いてるのすら忘れて結局食べなかったの。多分なんか直接的な効果みたいのないんだと思うけど、でもなんかそのダイエットとかしたい時にすごくいいなって思った。僕すごいもう本当に好きで、もう大好きです。ずっとだってやってるもんね。1ヶ月前ぐらいからね。もうなくなるよ多分。もうなくなるよすごいでもね、おしゃれだしね。だから僕は本当にもうこれがもう最近ハマってるものってこれ、むしろ趣味これしかないわかんない。アンバサダーになればチルホビットさんのレンにずっと今までは臭いって臭いって言われてたけど、これね確かにむしろちょっと嗅ぎたいっていうぐらいのなんかフレーバー香りだから、まあタバコに比べたら断然嫌な匂いがしないからね。口元あれもないし、僕がいいよね。最近ハマってることはこれで、レン君は集まりっていう集まりちょっと差がすごいんですけどですね。はい、じゃあ次は恋愛相談系です。これめっちゃこれも来てた、なぜか。でも初めてだよね。なんか相談あんまりなんか相談室みたいなあんまりやったことないし、あんま多分自分ら得意じゃないから得意じゃないからそのね、その温かく見てください。一つ目、ちょっと一つ目からちょっと重たいかもしれないけど愛されている自信がなくなった時お二人だったらどう考えますか？お互いの意見を言う感じですね。個人的主観なんですけど、もう一度自分を愛してもらうために、やっぱなるべくこう魅力的な人になろうと思って努力を濃くするように心がける。でそれを魅力的って自分が思う魅力的な人っていうのは、なんかこう充実してる人、なんか暇な人よりもなんか忙しそうな人、やっぱ自分に投資してる人、頑張ってる人が僕は魅力的と思うから、自分もなんか運動したりとか、魅力的に自分が思う魅力的な人になれるようになって、もう一回見てもらうように努力をすると思います。でも自分ちょっと似てるかな。結局なんか愛されてんのかなって思う時って自分に自信がない時だと思うのね。そうだよね。自信があったらね、絶対そんな思わないもんね。だから自分、和樹も言ってたけど、ちょっと自分磨きみたいな、自分をもっと魅力的に見せるためにはどうすればいいだろうみたいなことを考えた方がいいかなと思う。で、愛されてる自信がないから相手をどうこうしようとしても、相手は自分じゃないから絶対にコントロールができなくって、だからそこに力を入れるのは時間の無駄だと自分は思うから、自分が魅力的になるためにどうすればいいかっていうところに注力するかなと思いますはい、じゃあ次。同棲をしていて相手の嫌な部分ばかり目についてしまうときはどうしますか？まあね、それはね 100% 気になると思う。やっぱり同棲してるから。でもまあそれってしょうがなくって、お互い全く違う環境でね育ってきたし、価値観が全然違う人が一緒に住んでるから、やっぱり当たり前だと思うし、自分たちの場合は気になった場合一回ちょっと時間を置いて、その自分が気になっていることって、それって本当に大事なことなんだろうかみたいなことをきちんと考えて、それでもやっぱりちょっと気になるとか、ここだけは譲れないってなった時はちゃんと話し合うようにしてるかなとは思う。そうだね。やっぱり絶対になるよね。気になるよね。絶対にそれはね、なると思う。嫌な部分が目につく。でも多分僕が思うのは、嫌な部分目につく時って、なんか自分に余裕がない時って僕は目につきがちなの。でレオン何も普段だったら何も思わないことでも、例えば自分に余裕がない時、仕事でちょっとイライラストレスがある時とかはちょっと多分
余裕がなくて、なんかちょっとしたことでもうんイラッとしちゃうから、だからこの前も多分レンに先に言った「ごめんちょっと仕事でちょっとイライラすることがあって、あれだからごめんちょっとそういう状態だけど気にしないでくれたら嬉しい」みたいな、多分前言った気がする。だから先にでもそういう状態で「何?」みたいな感じで言われちゃうと自分も余計不安定になる。溜め込むっていうのはうん絶対に良くなくって、本当はこれやってほしくないなみたいなので思ってて、何回も何回もこう見過ごしている時ってものすごいストレスがかかるから、やっぱりちょっとどっかの段階で気になるっていうのは言った方がいい。言い方はあるけどね、多分。だから結局溜め込んじゃうとなんか別で喧嘩した時に「てかあの時だってあれだけどさ」みたいになるじゃん。そう一回喧嘩しちゃうと、いやここもできてないじゃん、ここもできてないじゃんってその場でめっちゃたくさん出ちゃうから、やっぱ一個一個言ってお互いの妥協点見つけて一緒に過ごしていくっていうのが、最初がね本当に自分たちは本当にもう同棲始めた頃は全く違う環境で住んでたからこそ、自分が正しいって思ってることが相手にとってはそれが正しくおかしいよとかっていうのはもうたくさんあるじゃん。そのすり合わせの時期はめっちゃ喧嘩してたよね、多分そういうところで、些細なところで。でも今はないかあんまりないかと思うね。な。もう意識をすごいしてるけど、やっぱり話しちゃうことがやっぱり多いですどうしても意識してんだけどねなんでだろうね。もうなんか全部開いてる。和樹が通ったところ、ドアとか棚とか全部開いてる。もう俺はその後ろシャ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 閉めてなんでだろうね僕。まあね、それはやってるなっていう感覚になる。ずっと話してたら別にもうそんなにめっちゃイライラはしないし、ということで締めます。同性愛じゃない人への愛の伝え方をどうしたらいいですか？これどういうあれなんだろう。同性愛多分この質問をされてるってことは、もうその人のことを思って伝えようとはしてるんだけど、その伝え方をどうすればいいですかっていうことだと思う。でそう仮定してって答える。そうでいい僕だったらだよ、もし言うってなったらシンプルに言って、ちゃんと振られて次に進みたい。そのために伝え方としてはストレートにやっぱり自分の気持ちを好きっていう気持ちを伝えた方がいいってことだよね。もし自分が言うってなったら、変にこう作ろうちょっとおしゃれにしたりとかロマンティックにせずに、なんかシンプルに多分好きかもしれないみたいな感じで言って、でもそれで一番困るのはありがとうとか言われたらさあれじゃん、何みたいになっちゃうから、相手に自分が思ってることを伝えるっていうことはやった方がいいのかなって思う、自分の将来のためにも。ただやっぱ伝え方ってすごく多分やっぱ考えるじゃん。面と向かってその人に好きですみたいな感じで言っても向こうはってなっちゃう可能性があるから、そうだよね。なんかね段階を踏んだ方がいいと思う。例えばちょっとこうあなたのこと気になってますよっていう感じ、一緒にいる時間がすごく楽しいとか、なんか一緒にいると落ち着くんだよねみたいな話し方で徐々になんか攻めていくやり方を自分はするかもしれない。相手にこう気を使わせないためにちょっとずつあなたに好意がありますよっていうのを伝えるかな。伝え方として多分この人伝え方を知りたいから、伝えるっていうのが前提だもんね。伝えるっていうのは前提なんだけど、その伝え方言うのが前提になったらもうさっと言ってさっと言ってどうしてもうはい好きはいどう振ってみたいな、無理っつってみたいなってなっちゃうな。その長くするのもなんかきついし、どっちもあるね。和樹みたいに結構ストレートに伝えるのか、自分みたいにちょっと遠回しになっちゃうけどちょっとあなたのことを気になってますよっていう伝え方、それも方法だよね。はい、じゃあ次、ストレートの人を好きになって付き合えないって分かったらどうしますか？淡いね。自分もね何回も経験したことがあるし、正直ね自分の経験上ね、絶対叶わない、叶わないからやっぱどんなにその人のことを思っても相手の気持ちってマジで変わらなくって、なんかそれを無理に期待するので結局自分を苦しめることになるのね。これ自分の経験なんですけど、
だからやっぱりすごく難しいと思うけど、諦めるっていう選択肢を持ってた方が自分はいいかなと思うし、まあ、大丈夫、絶対にその後いい人に出会うことになるから、それを糧にね、付き合えないってダメなんて分かってるんだよね、多分ね。それだったらもう早くもう僕だったらもうそこから興味を離れるためにもう別なことしたりとか、もうとにかく好きじゃなく、だって結局何がそのまま放置してたら何が起こるかって自分じゃ傷つくね。もうすぐ即座にもともと例えば仮に友達だったとしても、自分を守るために離れるしかない。諦めるっていう選択は自分を守ることになるから、将来の絶対にいい人いると思う。絶対にいるから大丈夫。マジで恋愛って本当に時間かけてるから、本当に時間で解決する。本当最初問診みたいな最悪と思うことも本当に1週間ぐらい経ったらケロって僕も笑ってるけど、大丈夫だよね。いつの間にか忘れてるからマジで。質問してる方がどういう方かちょっと分かんないけど、例えば学生とかだったらちょっと辛いかもね。なんかコミュニティがさ、その学校がメインだから、で会いたくなくっても会わざるを得ないってなったらちょっとやっぱ辛いっていうのもあると思うけど、でもやっぱね、さっきも言ったけど自分が多分苦しむことになる、もうそこも離れるんじゃないけど、そうだね。復縁したての彼氏をキュンとさせたいです。何かいい方法はないですか？復縁か、難しいよね。なんか復縁直後って多分距離感もすっごい難しいよね。でも一回別れてもう一回付き合うっていう選択をお互いでして戻ってるから、だから今までになかった自分をなんか他の人と違う一面を見せるじゃないけど、確かに自分もそう思うかな。今までやってなかったことをやってるとか、なんかやっぱ好きかもって思わせる何かが必要かなと思う。今までの付き合い方で見せてこなかった一面を出したらキュンってするのかな、相手は。分かんないのかな。なんか好きかもって思うのかな。キュンとは分かんないけど、でもね、すごい優しいね、この人。キュンってさせたいね、復縁してね。前付き合ってた時と違う何か新鮮なことをやるっていうのはすごく大切だと思う。例えばなんかテニスクラブと契約してテニス行ってくるみたいなテニスやってるのそれでキュンってなるなんないかなるんかな。運動とかすごいみたいな、明日暇みたいな、明日ピアノの公演があってみたいな。ピアノの公演練習とか塾みたいな。もう開いてる公演、それちょっとキュンとするかも。こんな特技があったんだと思ってキュンとするかも。よかったら来て、チケットをチケット渡してさ、そしたらこうやってやってるとこ見てキュン新しい一面を見せることが僕は大切そうだね。友達の好きと恋愛の好きの違いがわからない。かっこ同性だから余計に。かっこ閉じ。僕そういう明確な基準があると思う、自分の中で。友達の友達に嫉妬したら僕は好きになってると思う。例えばマサトっていう友達がいて、マサトが他の友達と遊んでて、その友達が例えば誰だろう、例えばユウスケとかって名前にしようか、ユウスケと遊んでて、それで僕がユウスケに対してはみたいな感じで思ったら僕はそれ好きだと思う。だからどうでもいいじゃん、そんな友達が遊んでて。だからそこが僕は友達として好きとちょっとなんだろう、そのちょっと意識している好きの違いだと思う。嫉妬したらだね、友達の友達に嫉妬したらだと思う僕は。人にもよると思うけど、その人にもっと触れたいなとか、それこそなんかちょっとキスしたいなとか、そういうことを思うと普通の友達とは違う存在なのかなって思う。もちろんそういうことすることが友達以上なのか恋愛対象なのかって考えない人もいると思うんだけど、そういうのも一つの目安なのかなと思うし、そうだよね。でも人間味がある回答だね。例えば和樹とちょっと似てるけど、その人のことが他の友達よりも
もっと気になるとかね、例えば LINE が返ってこなくってずっと気になるとか、他の友達と遊んでてそれが気になるとか、相手の予定が気になるとかね。ってなってくるとちょっと違う存在なのかなって確かに思うかも。確かに友達は別に LINE どんどん返ってこなくても次のちゃんと予定さえちゃんと決まってればいいけど、なのに帰ってこないのストーリーつぶやいてるの既読見ついてんじゃんみたいなそこで思っちゃったら多分そうやっても好きだよね。なんか好き意なんだろうなと思う。識してるよね多分。はい、じゃあ最後嬉しいコメントが来てました。I always love to watch your content. I hope you are always happy and always together. ありがとうございます。That's so sweet. Thank you. Thank you. 頑張りますね、投稿。はい、今回今までの質問コーナーよりも結構深いお話ができたんじゃないかなと思います。一個一個がすごいね、深く話せて、僕もすごい楽しかったです。ね、楽しかったよね。で、和樹が途中でハマっているって紹介してくれた、チルハビットのこの電子 C 社が今なんかすごいお得なキャンペーンをやってるみたいで、なんかこれ通常税込みで6980円らしいんだけど、1本だよね。そうなんかでサブスクコースもやってるみたいで、サブスクだったら、約 21% お得になるみたいです。そうでも自分もこれ 20% じゃないんだと思ったんだけどそれ 21% 安くなるらしいので、しかもね初回限定で約 42% オフの税込み3980円で購入することが可能みたいです。でしかも今回嬉しいことに、廉価月専用のクーポンもいただいてます。はい、初回税込み3980円が1ヶ月限定になるんですけど、1000円オフの2980円で始められるみたいです。でさらになんだけどまだあるのって感じだけど、初回からたっぷり味わいたい人には2本セットのプランもあるらしくって、でこれがすごくって半額なんだって。だから税込み6980円で2本ついてくる。こういう感じ？そう僕たちみたいにこうやって2人で住んでたりしたらこういうプランもすごくいいかなと思うし、しかも廉価月の1000円オフクーポンがこれにも使えるから、そうだから5980円かになるので、ぜひチェックしてみてください。よければ試してみてください。概要欄に廉価月専用リンク貼っているので、ぜひそちらから覗いてみてください。はい、質問コーナーすごく楽しかったね。定期的にやりたくなっちゃうよね。なんか本当はもっともっとたくさん質問に答えたかったんだけど、いろいろ質問いただいてたので答えたかったんだけど、好評だったらまたやりたいと思います。僕たちの経験とかこういった思い出とかが誰かのぜひ参考になれば嬉しいなと思うので、今後ともぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。廉価月でした。バイバーイ。じゃあ乾杯。あと3時間ぐらい飲みますじゃあ行くよ。いくよ。いいの？食べる？先。じゃあ行くよ。行くよ。もういい匂い。でも絶対嫌かも、僕それやられたら。俺も嫌だ。